本当はやっぱ構図決めなきゃいけないんですよね。構図決めでこんな感じかなって右手で描いてるから左の方が描きやすいからちょっとルパンの表情をやっぱり決めたかったっていうか、やっぱルパンの表情難しいんですよね。好きなんだけどやっぱ左右対称じゃないですよ。ポーズも対称じゃないし、表情もあんまり左右対称の時のポーズ表情ってないんですよね。なんかね、なんかどっかで崩れてるっていうか、崩した方がいいなっていうか、何を考えてるか分かんないようなポーズ、表情を表現できたらいいなと、口元とかそれから眉の形とかね、それがこんな感じかなっていうのが、表現できればそれからこう決まっていくっていうか。そのキャラクターによって違いますけどね。ルパン描く場合はどういう表情したらいいのかなっていうのは考えるんですよね。僕はあんまりキャラクターに似せるの得意じゃないんで、似せるってことよりも、いや本当は似せなきゃいけないんですけど、似せるってことよりもその雰囲気、芝居の雰囲気の表情がどうしたら自分なりに納得できるものが描けるのかな、そこに時間かけますね。他のキャラもそうですかね。五右衛門はあんまり表情ないですし、次元もあんまり目隠しもいいからないし、あと藤子ちゃんは難しいですね。綺麗な女性が色っぽいのはあんまり得意じゃないですけど。あとやっぱこうね、フィアットのなんかおもちゃっぽい車の表現、本当はいくら小さくてもあれですよね、人間こんな多くないかもしれませんけどね、人間をこう中で大きく描くことによってルパンとこのフィアットというマシンがこう一体化するみたいな、だからこうおもちゃみたいなチョロキみたいにちゃっとこう自分の意思で動き出すというか、ルパンの気持ちを代弁してね。カリオストロの時のカーチェイスのフィアットにしても、やっぱ単なるメカというよりもなんか車そのものがの位置でこうバーッと動き出すっていう、そういう表現が、宮崎さんの絵コンテにもそういうのがあったんですけども、自分自身もなんかそういうのを表現できたらいいなとか、思ってですかね。知識ないからどうやったら生き生き動かせるかなって、そっち側の方に多分リズムでいくとこういうふうな動きにならないとかね、そういうこと多分あると思うんですけどね。ルパンとかカリオストロをやりながら、車ってのはこういうふうな動かし方の表現すればちょっとは納得できるっていうか、リアルっぽく表現できるんだっていうか、やっぱ土の上にある重量を持って土に地面に吸い付きながらちゃんとこう動いていくんだっていう表現が、多少できるようになったかなっていう。カリオストロ描いたから車得意みたいにこう言われてますけど、そんなに知ってるわけじゃないんですよ。免許も持ってないしだからあれフィアットもどうなったかなと思い出しながら、ちょっと大塚さんのルパンの設定見ながら、フィアットってこうなってたのかとかちょっと思い出しながら、大塚さんってね、バラタキ巨匠だから近寄りがたい人かと思ってたら、意外とフットワークの
軽いところがあって、カリオストロなんかをやってる時にはちょうど帰る方向も問題だったんですよね。それでつい遅くなって電車の心配とかいろいろ僕なんかあるんですけども、結構気さくに声かけてくれて「トマさん帰ろう」で「もうちょっと待ってくれますか」って「ああいいよ」ってで結構送ってもらったり、最初は西武線使ったんで西武線の駅まで送ってもらったり、もうその時はバスがないんで息子さんに送ってもらったりして、最後は今度もっとスケジュール最後なくなってくるとやっぱ帰るのが1時ぐらいなんですよね。そうするとやっぱりもう帰る方向へ問題なんでアパートの前まで送ってくれたりして、そこでとにかくいろんな話をしてくれるんですよ。それが本当によくて、東映の時代の話とか、それからなんだかないろんな話を聞いたな。僕なんかうまいって言われるけど僕よりうまい人がいっぱいいたよねとかね。でもね結構そういう人が結構ダメになってるのを見てるんだよねとかね。やっぱ人の絵を見なくなるとダメんだろうねとか、結構ねそういう話をしてくれたりとか、ちょっともう話の脈絡がよく覚えてないんですけども、それとか、作画監督っていうけど作画監督ってやっぱもともと原画の主体があってできることなんだよねとかね、白紙の絵から起こすのがいかにエネルギーがいるかってことで、それで作画監督ってのはある程度その描かれた原画を批判的に見れるから、それである程度成り立つ職業でもあるんだよねとか、全部はそうじゃないけどある分ではそういう部分があるんだよねとか結構お話ししてくれたりとか、あるいはこの宮さんのこのカリオストロ面白いね、きっと面白くなるねとかそういう言うんですよね。でね、友永さんね、やっぱいい作品のいいシーンは絶対やっといた方がいいよってこう言われてございますね。っていうのはそのシーンは何十年にも残るからねと言われたことが多いのでね。そうですか。その時はなかったけど。そうですね。子供の頃から絵を描くのが好きですし、その漫画の模写をするのも好きですし、好きだったしね。レジェンドになってる森安井さんとかの作画がもう大好きで、それからそういうのを見ながら東映の長靴を履いた猫だとかドタバタ長編漫画映画、その流れを組んでそのムービーのその A プロ作品も好きだったんで、こうコミカルな動きを表現できればいいなと思ってまして、ただ普通だったら漫画家さんは目指すんでしょうけど、やっぱりこうストーリーを考えられないというか自分で何を発信していくかっていうことはあまり自分にはなかったもんで、そういうのは多分無理かなと思ってたら、アニメーションだったらねなんかやれるんじゃないかと。絵も好きだし、ストーリーは誰かが考えてくれて動かすことだったら自分でもできるんじゃないかと、そういう形でアニメーターを目指したんですけども、まだアニメーターになる前に田舎にいる時にルパンの1話を見たんですよね。最初のファーストシリーズの、びっくりしちゃって、今までのなんていうか、漫画映画っていうかアニメーションとは全然違うっていうか、大人びてっていうかさ、ハードボイルドっていうんですかね、車だとか、それからこれ銃だとか、それからこういう時計のなんかこう非常にマニアックなんです、いろんなものがついてるんですね。やっぱああいう表現にちょっとびっくりしたし、だからその辺のこのハードボイルドさ、かっこよさとその辺の落差がルパンの中にこう混在してるっていう、そういうこう面白さがあったんですよね。ルパンの顔の表情なんかもそうなんですけど、いつもこういう顔だけじゃなくて
一瞬一つの顔の中にですね、なんていうかクッと構えた顔と同時にびっくりしたような表情をするんですよ。びっくりした表情って失敗したと思いながらも片方では次の作戦を考えてるっていう、レーシングカーとかそれから広角を使ったようなバーンとした表現なんかとかすごいなと思ったし、ミノフジコなんかもめちゃくちゃ色っぽかったし、その可愛いとかそういうんじゃなくてすごい色っぽい大人のね女性のなんかそういうのを感じさせる表現があったでしょう。ちょっとストーリー的にはよく分かんないところもあったんですけど、でもやっぱりちょっと衝撃を受けましたね。原画だけに限らないですけども、自分が納得する動きを描いていくとやっぱ粘りとっていうか体力がないとやっぱ粘りもなくなってくるし、もうやっぱり自分がある程度納得しようと動く描こうと思ったらその原画の枚数もいっぱい描かなきゃいけないし、なんでしょうね、もうだから。できるだけ枯れたなっていう言い方されないようにしたいなと思ってるんですけど、ただやっぱもう画力はやっぱ年とともに衰えていくのはもう自分でも分かってるんですけども、でもやっぱりそれでもやっぱりなんか納得できる動きとか芝居はやっぱり描いていきたいなっていうか、それしかできないっていうことがあるんですけど、不器用なんでね、僕はやっぱり非常にローカルなのでやったから逆に続けられたのかもしれません。自分でコツコツやってるのはやっぱり性に合ってるんでしょうね。結構いっぱいありますけどね、イタリア一番印象に残ってますしね、総監督自分でコンテ切った次元のやつとかね、あとやっぱ最後のあれですかね、矢野さんが日本コンテ切られた最後のねお城のところのダ・ヴィンチのエピソードとか、このストーリーどうやって矢野さんがコンテ切るのかなと思ったら、いや見事だなと思って俺は感心しましたけどね。絵の中に入っていったり出たりとかあるじゃないですか、現実とそういうのが入って、どういうふうにしてコンテ切るんだろうなっていうのはつくづくうまいなと思って僕らも感心してましたけどね。ルパンはこんなに、人気者で長く続くとは正直で思わなかったんですけども、あと50年また同じように今度は時代がどんどん変わっていきますからね、どんな活躍をするんだろう、先楽しみですよね。世の中変わっちゃいますからね。できればあと50年また同じようにルパンを愛してもらえれば本当に嬉しいですよね。ルパンとその仲間たちよね。でもルパンをやってこられたら本当幸せだと思いますけどね。こちら完成したいです。これからもルパンよろしくお願いいたします。